はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それはなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。
はい。では、ここから大下さんのタロットリーディングさせていただきます。12月1ヶ月分とさせていただきますね。お願いします。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。お願いします。カップページの逆、節制、スター、ソード3逆、ペンタクス6の逆、そしてペンタクスのキング逆、そしてカップのクイーンですね。はい。気をつけることや対策が、忍者の逆と、ペンタクスの8、そしてオラクルは、じゃん、カップエースです。よかったですね。まあ、喜びに溢れてる1ヶ月なんだなって思います。相対的に見て。で、星のね、冒頭でお話ししたように、新月が12月の20日なんですけれども、この時っていうのは大下さんにとってはちょっとこう、誰かとのつながりとか、深いところでの、恩恵につながる時なので、そうですね、なんか何を願うかって言った時に、結構お金のことっていうのも出てきてるんですけど、そのお金って自分が稼ぐだけじゃなくて、なんかこう、例えば保険金だったりとか、積み立てたお金だったりとか、何か誰かからこう引き継ぐお金っていうのかな、なんかもらうお金みたいな、他者のお金に縁があるっていうのはあるかもしれません。まあそういったことを意図するのも、まあ別に他力本願でっていうことじゃないんですけど、自分がそれにふさわしい貢献をしていたなら、他者からでも、他方からでも、その価値あるもの、お金だったりとか別のもの、信頼も含め、評価も含め、そういったものが入ってきやすいですよっていうことなので、12月20日にそういったことを意図していただいてもいいし、もしくは何か本当に自分が願っているもの、本当にですよ。表面じゃないですよ。本当に願っているものに対するこう、道筋がつながるような、タイミングでもあるので、12月20日がね。なんかそれを意図していただくと、そうなるかもなーって感じがしました。そして、22日以降っていうのが、非常に明るくなります。希望が、もちろんその全体的に言ったら12月は希望がある時なんですけど、大下さんにとっては何かを気にしてるんですよね。このカードで見る限り。情熱は自分の中にある。可能性も感じる。だけど先立つものが、みたいな感じですごく経済的なことを気にしたり、自分が自由にするにはもっと条件をつけなければ、みたいな、そんな感じがあるんですけど、深いところで本当に望んでいるものにちゃんとつながるような宇宙の流れはあるよっていうことをまず一つ覚えておいてください。そして22日以降は、なんかそんなことはちょっと置いといて、すごく気分が明るくなるとか、やっぱり自分の感性ってすごいよね、みたいに自分で自分を褒めたくなったりとか、何か自分が一つ誇りに思える。で、その誇りに思えることって、結果とかじゃなくて、自分の中にあるもの。私ってやっぱりこんなになんか香りに敏感じゃないとかかもしれないし、こんなに直感が働くじゃないかもしれないし、センスがあるじゃないとか、自分が本来持ち合わせていることに対する自信っていうものがなんか出てくるような気がするので、これとてもいいことですよね。そして、まあ、全体的にカードで見たときに、やはり、カップから始まり、カップで終わり、カップのオラクルということは、やっぱり感情的にとか、感覚的なものが非常に豊かになってるよってことなんです。で、これは、冒頭でちらっと言いましたけど、特に12月の前半って、ちょっと専門的には水のグランドトラインっていうね、こう、感性がすごく豊かに感じるタイミングがあるんです。で、その感性を、大下さんはすごく吸収して、もともと五感鋭い方多いと思うので、なんか感じるみたいな、こう、体感として感じるみたいなことが起こりやすいのかもしれません。ということは、自分のセンスが活かされる機会がたくさんあるよってことなんですね。何かのプレゼントを選ぶときもそうだし、何かアート的なことでもそうだし、自分のセンスがとにかくどの場面においても光るんだと思っておいてください。なので、ここでもそうなんです。何か自分がこういうのやってみたいなっていうこともそうかもしれないし、今携わってるお仕事だったりとか、環境の中でも自分の意見、こういうのを言ってみたいな、みたいな、そういうのもあるかもしれないし、それが湧いてきてる感じがするんです。でもちょっと抑えてるので、
出していいんじゃないですかって感じがしました。で、なぜならば、今のそのお医者さんの感性っていうのは、本当に普段だったら届かないところを橋渡しできる感性なんですよ、みたいな感じで言われてるんですね。例えば企業の中でもう決まってます役割があってなっても、自分が何気に話したことや意見、感想を言ったことが、それが今後の企画のなんかヒントになって、それいいね、みたいな感じで採用されていくみたいな。で、それが結果として会社からしたら今までなかった分野に手が伸びる、橋渡しができるみたいな感じがあるので、なんだかとってもこの12月の大志田さんの感性やセンスっていうのは素晴らしいなって感じがします。世の中に貢献できるというか、自分にも貢献になるし、社会にも貢献になるんじゃないかなって感じがしますよ。ですので、まずはご自身のために、この自分が本当に望んでいるものにちゃんと自分が本当に望んでいるものと手が届くよっていうことを信じて、その喜びの感覚の中にいてほしいなと思います。で、すでにここに至るまでに、本当に2025年お疲れ様でした。いろんなことがあったかと思いますが、豊かな一年だったんじゃないでしょうか。それをご自身も感じてみてください。よくやったな、私、みたいなのを。で、こんなにできたじゃないかっていうのを感じることによって、その波動がまた未来を引き寄せる。また現実を豊かにしてくれるのでね。だけど急にそう思ったかと思ったら、いやーやっぱりまだまだです、みたいな、自分を卑下したくなったり、自分をもっと小さく収めていこう、これぐらいでいいんですよ、みたいに言いたくなったりとかして、ちょっとハートはナイーブになってるなって感じはします。でもなぜハートがナイーブになってるかって言ったら、やっぱりそれだけ感性が潤ってるからなんですね。敏感にいろんなことを感じる、時だから、なんか、本当は感じなくていいことで心を痛めたりとかしやすいけど、でも反面、普段感じない喜びも感じられる時なので、そっちに焦点を当ててほしいなというふうに思います。そしてここからなんですけど、この12月ってやっぱり、やることやらなきゃいけないみたいな、お仕事しなくちゃいけないとか、なんか本当に来年からどうしようかなみたいなことをちょっと考えてるのかなって感じがしますね。大きな、なんとなくのビジョンとしては、あったとしても、なんかこのままこれを続けてていいのかなっていう思いとか、かといって何かするって言ってもすごくまたそれに対してお金がかかるのは嫌だなとか、これまで自分がやってきた経験を生かしたいなってことで、なんだか人生を多方面に見て、何がいいのかなって感じで、少し考えているっていうような感じがするんですけど、12月って全体的に特に12月中旬はそういうどの扉を開こうかみたいな、そういう時だから余計に感じるのかもしれませんが、メッセージとしては、外側に何かそういうものがあるのではなく、追いかけるものがあるのではなく、お医者さんの中にもともと備わっている感覚に、まず、注目してくださいっていう感じで言われてます。それは本当に感性というものか、自分が持ち合わせている思いやりなのか、わかりませんけどね。例えばですけど、本当に例えばの話ですけど、子供たちとか、教師とかね、そういった子供たちに、接する機会のある人であれば、子供と接する能力って備わってると思うんですよ、自分に。そこからさらに磨かれるものもあるけど、思いやりとか、この子の能力を伸ばしてあげたいなっていう思いっていうのはやっぱり自分の感性だから、なんかそこが一番大事であって、なんかいかにうまく時間を使うかとか、効率よく稼ぐかっていうことではないんですよね、みたいなことを言われてる気がしたんです。12月はですよ。なぜかって言ったら12月ってそういう表面的なことではない、なんか本当の望みにつながるよみたいな時だから、で、自分が頑張って稼ぐっていうよりも、自分がどれだけ貢献してるかによってどれだけ入ってくるかっていうのが、その通路ができるみたいな時なので、さっき言った他者とか多方面から何か恩恵が入ってきそうな感じ。で、それは何って言った時に、お医者さんが持ってるものなんですよっていう感じなんですね。で、それに対して、いやいや、そんなこと言ったって田原さんみたいな、現実的なお話もあるかと思うんですが、今は12月はそうなのかもなぐらいでいくと、もっともっと喜びって入ってくるよってことなんですね。
はい。私、そんなね、その皆さんの考えを変えようとか別に思ってなくて、自分がただ感じたことをこうやってお話ししてるだけなんですけど、もちろん反論もあるとは思いますが、それはご自由に感じておいてくださいっていう感じで、なぜそのお話をしたかっていうと、やっぱりここでペンタクスの6とかペンタクスのキングの逆っていうのがあるので、もともと持ってる、自分が望んでることをそのまま言われるとやったーってなるけど、そうじゃないことを言われたらってなりますよね。だけど、あの、自分が想定していることがそのまま入ってくることだけがいいことではなくて、もっと豊かなものがあるかもしれないって思った時に、その大下さんの感覚を広げることだったりとか、感性を広げることだったり、制限をなくすっていうことが一番いっぱい入ってくる方法だなと思ったのでお伝えしました。はい。でも多分やることは、12月、現実的にやることはあるんでしょうね。でもこなせますよ。このカードが出てるということは、こなせます。仕事あるんだろうなって感じがしますね。ちょっとこれを踏まえた上で、また、仕事のことを見てみますね。はい。また出ましたね。忍者。なんかよっぽど考えさせられてるのかな。カップの7。そしてペンタクルのエースということで、やっぱりなんか、この未来の扉が開くよみたいな時ってね、やっぱり来年どうしようかなみたいなチャンスはいつ来るのかなと思ったりしますよね。で、そういう意味でおそらく日常がすごくこう、ルーティンになっていて、これをなんかいつまで続けるんだろうみたいな、そういった疑問が自分の中に湧いてるのかなって思うんですね。ちょっと12月のことで見てますけれども、12月っていうのはそういったことを本当に深く考えるにふさわしい時であり、特に前半。そして中旬はさっき前半で言ったみたいに、何か自分の中の希望が湧いてくるわけですから、その希望を、しっかりなんとなくでも、感覚でもいいからキャッチしておいてほしいんです。で、まだこの仕事として言われている時にカップの7が出てるっていうのは、今はまだ想像しておいてくださいみたいな感じなんですね。現実化する力はもちろんありますよ。だけど、何を現実化するかっていうのは可能性はたくさんあるから、全部じゃなくてもいいから、1個でもその自分のね、現実になればいいわけですから、なんかその可能性を膨らませておいてくださいと。そしてそうやって本当に自分がこの先どうしたいのかっていうのを深く深く感じることによって、いろんな可能性の中の一つが見えてくるよっていうメッセージだと思いました。だからおそらくお仕事って、今この全体のカードを見てる限りは、別にそつなくやっていけるけど、本当にそつなくやっていけるけど、みたいな、どうしようかな、いつまでするのかな、転職するなら早い方がいいのかなみたいなことを多分考えるんだと思うんですね。で、もしですけど、本当に転職を願うなら、深く深く自分の中で本心を探った上で、22日以降に、考えてみてもいいんじゃないかなと思いました。年末年始ゆっくり考えるみたいな感じでもいいんじゃないかと思います。まだ来年の前半まではね、コミュニケーションとか、好奇心とかがどんどん湧いてくる時なので、方向性っていうのもまだ変更する可能性がありますから、もう少し練って、程よいやり方みたいなのを自分で模索していけるような気がします。お仕事に関して。ちょっと人間関係見てみようかな。人間関係は、はい。ペンタクスの8と女帝とソードの3。なんかやっぱり人に対してちょっと気を使ってますよね。とっても自分のことを理解してくれる人がいたりとか、やっぱりここで女帝というカードが出てるので、この人と関わったら本当に自分の豊かさが膨らむみたいな、なんか嬉しいことがこうどんどん湧いてくる自分の中からみたいな、そういう喜びとして関われる人もいると思うし、その感覚で全然違う人に関わったら、その人からはなんか結構きついこと言われたみたいな。やっぱり人っていろんなタイプの方がいらっしゃるので、お医者さんの良さを本当に見て、一緒に喜んでくれたりとか、一緒にこれからの未来を見てくれる人もいて、そんなふわふわした感覚でいたら、
結構ぐさっと言われたみたいな感じの人もいるみたいな感じですね。ここでもソードの3が出てるので、おそらく身近な人の中に、そういうちょっとすごく現実的なことを、突きつけてくる人もいるのかなって感じはしますが、全然それに、めげないでください。要するに、そう言われたところで、私は変わりませんよとか、私の本質的なものは変わらないわけですから、自分の。なんか、その相手の人は違うものを見てるかもしれませんよね。自分の何か別のものを勘違いして見てるかもしれないから、自分のことを一番よく知っているのは自分ということで、誰よりも自分を認めてほしいんです。なぜならば、ここでペンタクスの8、ペンタクスの8っていうのが出ていて、これまでお医者さんが継続してやってこれたことがありますよね。日常生活をこなしたっていうこともそうかもしれないし、何か継続してやってきたこと、これは自分の誇りですと。で、それにプラス自分の感性というものを入れていったときに、もっともっと花開くよとか、もっともっと豊かになるよって言われてるんですけど、人間関係において、なんか、その強弱がちょっとあるなって感じがしましたね。とっても仲良くできる人、なんかいつもきついこと言われる人みたいな感じがいるときに、ついつい自分が、じゃあ自分がしっかりした自分になったら責められないかなと思って、なんかいろんなことをやろうとするみたいな感じがありますけど、いろんなことをやろうとやる前と関係なく自分の本質は豊かなんだっていうことを忘れないでほしいんですね。そうすると、だんだんと、そういう豊かな感覚の関係性というものが育っていくんじゃないかなって思いました。相手を変えることはなかなか難しいので、自分が言われたところで、自分の心は傷つきませんっていうね、自分は自分のこと誰よりも信じてるからっていう感じがいいのかなと思いました。なんせなんか、感性がね、敏感だから、いろんなこと感じるとは思いますけどね。いかがでしょう？なんかここまでで分かりましたよって方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。なんかもうちょっとちゃんと人間関係のこと言いたい気がするけど、はい、ちょっと最後に一枚引いてみたいと思います。あ、このカードが出ましたね。人の噂話に惑わされないでねって感じかな。本当に感情的なものってすぐに影響しますよね。特にこれだけ敏感な時っていうのは、で、嬉しい、ハッピーな人が近くにいたら一緒にハッピーってなれるけど、なんか、そういう、なんていうのかな。なんか、ついつい人を責めたくなる人とか、そういう人に関わると、やっぱり、もっと自分がちゃんとしなくっちゃってなるみたいな感じがあって、人の影響をちょっと受けやすいので、そこだけ注意してください。自分が、なんて言ったらいいのかな。自分が、空気清浄機みたいな存在でいればいいっていう感じかな。自分は自分らしくいることで、その場は整いますみたいな感覚でいてください。流されて、合わせたりとか、影響を受けないように、気をつけてくださいね。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回ね、来年の動画、でき次第アップしていきたいと思います。素敵な、豊かな時なので、いい方向に焦点を合わせて素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。